皆さんこんにちは。坪田ラボご機嫌 TV にようこそ。心から歓迎します。今日はですね、世界の論文解説シリーズ4ということで、タンパク質の摂りすぎは体に良くないのかどうかと、ここら辺ねまだ分かってないんですけど、解説したいと思います。でこの論文解説シリーズっていうのはいっぱい僕は本読んでて、それから論文読んでて、面白いものを紹介していこうというシリーズです。でね、今日取り上げるのはこれ。Higher dietary protein intake is associated with sarcopenia in older British twin。英国でイギリスでね、双子の兄弟で、タンパク質をたくさん摂ってる人と摂ってない人ね、いますと。そしたら普通だったらハイヤーダイエットリプロテインインテークということはたくさんプロテインを摂ってる。たくさんプロテイン摂ってる人が筋肉があって、いわゆるサルコペニア、筋肉がこう細くなっちゃう病気にならないと思うじゃないですか。ところがこれ逆だったって話。たくさんタンパク質を摂ってる人の方がサルコペニアになったっていうことで、ぶったまげたわけですよね。よく日本でもご老人はタンパク不足だと、だからタンパクもっと取れって言うけど、これはタンパク取ってもサルコペニアになるよっていう論文だからちょっと驚きで、もともとタンパク質の摂取っていうのは賛否両論があった。で、少なくともめちゃくちゃ大量はやめといた方がいいと。それからめちゃくちゃ少量もやめた方がいいと。問題はこの中間ですよね。中間でちょっと多めがいいのかちょっと少なめがいいのかっていうののこれ話なんですよ。で、ご存知だと思いますけど、ロイシンとかイソロイシンとかいわゆる筋肉を作るというタンパク質類は、非常にいいって言われてたんだけど、実はこれがあんまり良くないかもしれないっていうディスカッションが今起きてきています。だからこういうふうに考えると、すごいボディビルダーとかもすごい取るわけですけど、そういうのは本当にいいのかどうかっていうのは分からないっていう話になってきました。で、タンパク質の種類、魚、肉、卵、大豆とかいろいろあるじゃないですか。でね、僕ね肉食べないんで非常にタンパク質が少ない。で、僕は実は血中のアルブミンとか血中の総タンパク質が非常に少ないのね。どのぐらいかというと、普通正常だと 6.5、グラムパーデシリッターぐらいなきゃいけないのが 6.3 とか、それからアルブミンも3.4ぐらいなきゃいけないのが 3.8 とかね。皆さんも健康診断やるとこう見るでしょうけど、普通の人はこれ引っかかんない。年取って引っかかってきたら今日の話題がすごく重要だし、引っかかってなくても最近減ってるなっていう人はぜひ読んで聞いてほしい。それからアンチエイジングに興味ある人はぜひ聞いてほしいんだけど、じゃあどのくらい1日プロテインを取ったらいいのかと。大体僕は肉は食べないけど、こう 100g のステーキを取るとですね、すごいんですよ。50から 80g ぐらいのプロテインが取れちゃうんですよ。だから肉食ってる人にとってはあんまりプロテイン不足にならないんだけど、肉食べない人、僕みたいな人は結構大変。例えば魚、こうありますよね。1切れ2切れって、これ魚がだいたい結構大きい身だなと思っても、8g から 20g、ちなみに1日に摂取すべき、タンパク質のグラム数、一応目安になっているのが体重グラム。例えば 60kg の人だったら 60g 取んなきゃいけない。そうそう、魚で10g 取ったらするじゃないですか。2食魚食べたとして 20g 取った人じゃまだまだ 40g。 卵取るじゃん。卵 8g、 大体今日本の平均の卵、これで28。
納豆、大豆だよね、これで 6g、 これで34、全然足りないじゃないですか。まだお豆腐ね、お豆腐食べて 4g ぐらいとか38とか、そうやって積み重ねていっても肉食べない人は 60g なかなかいかないから、大変ですよこれ。ということがあった。で、常識を覆す面白い研究っていうかね、この論文読んでね、実は僕がさっき言ったように 38g の基礎表ではうまくいかないんで、これちょっと前に戻すけど、この魚、卵、大豆、納豆、豆腐、そういうのだけじゃ足りないから、実は 30g のプロテインパウダーっていうのと、それから 5g だから合計して 10g のアミノ酸を取ってた。だから 40g と38と40足せば 78g じゃないですか。ただ、昔から僕今三尾先生っていう僕が尊敬する三尾クリニックの先生にかかってるんだけど、三尾先生が、プロテイン良くないよと、いろんなものが入ってるしっつって、で確かにね、リンが上がってきちゃったんですよ。でリンが上がってきちゃったんでやめろって言うから、もう泣く泣くやめたの。さて僕のプロテインレベルはどうなったでしょうか。当然だってさ、30g のプロテインを取るのやめたのよ。10g のアミノ酸を取ってるから。だから38プラス10で 48g のタンパク質とアミノ酸取ってるんで、減らしたのに実は増えたの、僕のタンパク質が。これ不思議だなと思って。でこれ先ほどのねツインの研究と一緒ですよ。タンパク質少ない人の方が増える、これどういうことなんだろうって言って、今ちょっと悩んでるっていうか面白いなと思ってます。でそういうこともあるので、予告ね、これ最新のサイエンスに基づく坪田式アンチエイジング実践法。これだから自分がやってることを、これどんどん変わっていくことあるんだけど、話してみようかなと。例えばプロテインの取り方、今ちょっと今日話しましたよね、プロテイン。今だからプロテインパウダーはやめてるみたいな話とかね、そこらへんいろんな、本当にこの間ね書き出してみたらね30ぐらいあるの。これ変だねって思うことが、普通の人はやらないようなことを30ぐらいやってるので、それいい悪いは別にしてね、なんだそんなのやってて変だなと思うかもしれないけど、でもそれはお伝えしていこうというふうに思っております。ということで今日はね、サルコペニアにタンパク質を取りすぎた双子がなるっていう面白い論文を紹介しました。ご清聴大変ありがとうございました。